はい、それでは、盆栽をやるにあたってですね、持っておきたい道具5選というか、持っておきたい道具をちょっと説明していきたいと思います。まず、間違いなく必要なのはこのハサミで、ハサミも結構いろんな種類あるんですけど、さつきバサミあればいいかなとは思います、まずは。でさつきバサミであればこうね、中の枝切るのにも困らないですし、こういう徒長した枝ですね、こういうの切るのにも全然使えますので、このハサミがまず1点ですね。で次に、僕がおすすめするのはピンセットですね。ピンセットも何種類かあるんですけど、自分のやりたい盆栽の大きさに合わせて選んでもいいですし、2つねこう持ってもいいとは思います。でこのピンセットなんかはこう後ろ熊手になってるんで、植え替えの時にも使えますし、すごい重宝すると思いますね、これは。でピンセットを基本的にこうね、中の芽抜いたりですとか、あとは五葉松とか黒松とかの手入れする時には絶対必要になってくるんで、ピンセットは1本持っておいた方がいいと思います。でこのちっちゃいやつ、これはもうね、商品やる人絶対持っておいた方がいいと思いますね。こうつまんだ時の感じが全然違うんで、このちっちゃいやつはもう商品やるんだったら1本あった方がいいと思いますね。で次におすすめするのが、股枝切りですね。そんなに大きい盆栽をやらないのであればなくてもいいかもしれないんですけど、あった方が何かと便利だとは思います。そうですね、ちょうどやっぱこのぐらいから、ちょっと太めの枝になってくるとハサミでも切れなくはないんですけど、股枝があって切っていった方が、負担も少なくやれるんで、股枝は1本あった方がいいと思います。で次が、ちょっとねこれ2つになってはしまうんですけど、針金切りとやっとこうですね。どうしてもこの2つってセットで使うことが多くなるんで、この2つはちょっと持っといた方がいいと思います。で針金巻いたりですとか、あとは植え替えの時にね、地味に針金ってちょこちょこ使うんで、そういう時に針金切りはあった方がいいですし、同じく植え替えとか針金で巻いたりとかの時にもやっとこう必要になりますんで、この2つは持っといた方がいいですね。1、2、3、4、これで4つで、最後4つですよね、これ4つですね、4つで最後1個はちょっと大きさの違うハサミをおすすめします、僕は。これ何用かっていうと、こうさっきハサミね、一番最初に必要だって紹介したと思うんですけど、単純に大きさが違うハサミなんで、ただハサミ大きさが違うからって太いのが切れるようになるってわけでもないので、こう何ていうんですか、どっちかというと用途で使い分けるみたいな感じですね。僕はもう基本的な剪定とか、こう頭の方の剪定をさつきバサミでやって、このちょっと大きめのハサミの方は植え替えの時ですね、根っこ切ったりとかに使うようにしてます。で植え替えバサミの方が使用頻度としてはこう限られてくるんですけど、摩耗度合いが全然違うんで、なのでこう別個で持ってた方が何かと重宝すると思います。この5つですね、この5つがちょっと僕がおすすめさせてもらうこう道具になります。で最後のね、ハサミなんですけど、こう今まで出してた黒いやつ、これね鋼のハサミで、黒い
黒い感じがこう僕は好きなんですけど、それ以外にもこうステンレスのタイプもあるんですよ。でステンレスのタイプの方が錆びにくいんで、まあ、植え替え用だけはステンレスとかで持っててもいいかなとは思いますね。これはもう好みになるとは思うので、どちらでもお好きな方を選んだらいいと思います。まあ、この5種類以外にもですね、いろいろ道具ありまして、まずこれ、こぶ切りっていうちょっとこう R があるタイプですね。でこういうのなんかは、大きい枝、こういう、まあ、大きめの枝とかですね、まあ、例えばこう枯れちゃった枝なんかをこう雑木だとやっぱ綺麗に処理しないと、後々そこの部分がこうボコッとこうなんていうんですかね、いやらしく残ったりするんで、そういう時にこう削ったり、結構深めにこう削って、そこにカットパスタだと溶合剤塗ってっていうので処理するにはこういうのがあった方がいいと思いますね。だから雑木とかをやる方なんかはね、1本持っててはいいと思います、このこぶ切りは。であとは根切りですね。根切り、まあ、これなんかはね、こう植え替えで太根をこうどうしても意味根って言われるこういうね、またいでるようなやつとかで、まあ、畑からあげたりしたやつとかもそうですし、やっぱこう太根がこうバーッと伸びちゃうと、どうしてもこうね、上の成長にも関わってくるんで、そういうのを処理する時にはこういうのを使いますんで、まあ大きいのやる人ですかね。ちょっと大きめサイズとか、まあ、このぐらいのサイズから、まあ、中品以上やるんだったら持っといた方がいいかなとは思います。で最後に幹割りですね。これも改作する人は絶対必要だと思います。まあ、あとはこうね、シャリのこの、まあ、例えばこの形を変えるとか、ここも大きく形変えてとかってなったらこの必要になってきますし、あとはこうね、こう太枝曲げたいとかの時に幹割ったりとかで使えますんで、もう畑木から作っていくとか、もう木を作る人は絶対これ必要だと思います。まあ、この辺もいろいろあるんで、もうお好きなものをお選びくださいというか自分の用途に合った道具を選んでもらえればいいかなと思います。